実は、人は失恋をすると、ただ悲しい、と感じるだけではない。脳の中では、麻薬にも似た働きが弱まり、身体や性格にまで影響を及ぼしていく。今日は、失恋した時に、脳と心で何が起きているのかを、男女共通、女性特有、男性特有の3つに分けて解説します。失恋をすると、まず、脳の報酬系と呼ばれる部分が大きく反応する。この回路は、恋愛中に相手を見たり触れたりするだけで、ドーパミンを放出し、強い快感や幸福感を与える。だが、相手を失った瞬間、脳はまるで、禁断症状のようにその快感を求め続ける。そのため、頭の中に相手の姿が何度も浮かび、忘れようとしても忘れられない。これは意志の弱さではなく、脳の仕組みによる中毒状態だ。さらに、ストレスホルモンのコルチゾールが増え、不眠、食欲不振、免疫力低下といった身体的な不調まで引き起こす。つまり、失恋は心だけでなく、体全体に影響を及ぼすのだ。女性の場合、失恋直後に感情の波が大きく押し寄せやすい。涙が止まらなくなったり、友達に長時間話を聞いてもらうのはその表れだ。これは、オキシトシンというホルモンが関係している。オキシトシンは、安心感や絆を強める作用を持つが、相手を失うと逆に、孤独感を強烈に感じさせてしまう。そのため女性は、失恋後しばらくの間、精神的ダメージが男性より大きい傾向にある。しかし一方で、女性は他人と話すことで回復が早いとも言われる。これは共感や共有によって、再びオキシトシンが分泌されるためだ。つまり、失恋直後は辛いが、回復スピードは比較的速いのが女性の特徴だ。一方男性は、失恋直後は冷静に見えることが多い。しかし実際には、脳の前頭前野という部分が強く影響を受け、現実を受け止めるのに時間がかかる。男性は感情を外に出すよりも、飲酒や仕事などで気を紛らわせようとする傾向が強い。この時、一時的に快楽ホルモンであるドーパミンを別の手段で補おうとするが、根本的な解決にはならない。そのため、女性よりも後から失恋の痛みが強くぶり返し、長引くケースが多い。男性は立ち直りが遅いと言われるのは、脳科学的にも裏付けがあるのだ。失恋は、心が痛むという表現があるが、脳と体の反応を見ると、本当に病気に近い状態だと言える。男女で違いはあるものの、共通しているのは、脳が報酬を失ったことによる禁断症状だ。多くの人は、早く立ち直らなければと焦ってしまう。だが、実際には無理に元気を装うほど、心の回復は遅れることが多い。むしろ、時間がかかるのは脳の仕組みだから仕方ない。と理解し、自然な流れに任せることが大切だ。小さな楽しみを見つけたり、人に話を聞いてもらうことが、回復の助けになる。立ち直りは競争ではなく、自分のペースで進めばいい。その過程こそが、新しい自分を作る、大切な一歩になるのだ。ご視聴ありがとうございました。